皆様こんにちは、レイナです。今日はね、そう、外に撮ってるの。それもね、三脚なしで撮ってるからちょっとぶらついたらごめんなさいね。But anyways, yes, I'm making a video today because today is the day that I'm gonna get vaccinated for COVID-19. そう、今日ね、ビデオを撮ってる理由はね、今日私がね、COVID-19 のね、ワクチンをね、受けに行く日なの。んで、日本でまだね、そこまでね、広がってないでしょ、ワクチンがさ。だからその前にね、みんなが心配してるっていうお話も聞いたことがあるから、私が思ってることとか、私が心配してることとかも含めてお話ししようかなと思って。The vaccination has started in Japan too, but not as spread out just yet. So I thought I'm gonna share my concern or whatever I know about it in Japanese. So, if you are learning Japanese, you might be able to use this video to practice your listening or just to see how much you can pick up in Japanese, okay? My name is. そう、それでね、そうなの、実はね、私はね、ワクチンをしたくなかった人なのね。なんでかといえば怖いじゃん。それもさ、あっという間にテストが終わっちゃって、あっという間に使い始めたでしょ、みんなが。そんで、大体の検査がアジア人対象じゃなくって、なんていうの、白人サンタの、なんていうの、白人サンタまた差別融合とかもあるが、そういう意味じゃないからね。が、対象が多くってっていうね。でそういうのもあったから、ちょっと怖いなと思って。で、日本ではさ、そのワクチンが早く進まないだとかっていう苦情とかがあるっていうのも聞いたんだけど、ある意味で、それもいいんじゃないのかなと思った。それが日本の良さでもあるんじゃないのかなっていうのが、ね、きちんとテストもできてないのに、ちゃっちゃちゃっちゃって打っちゃって、問題がね、起こっちゃうのも問題だし、今回タータンにそのちゃっちゃちゃっちゃ行ったけど、問題がそこまでなかったからラッキーな話であって。だからそういう意味では私は日本がそうやってゆっくり、徐々にやったことは間違いではないとは思うの。もちろん私の意見にね、いや絶対それはおかしい、もっと早くするべきだったと思う人もいるかもしれないけど、まあそこは置いといて。それはさておき。そうなの。でね、こっちではもう今年の頭からもうバンバン、ワクチンが打たれていると。で、そんで、今何人かごめん、統計は取ってないんだけど、すごい量の人がもう受けてきてる。で、そんで、ファイザー、カナダはファイザーとモダナだっけ、それからあと、アストロゼネカってやつが基本。で、そのアストロゼネカっていうやつが、なんていうの、血栓つんだっけ、私よくわからないけど、ブロッククロッツを起こすっていうね。そう、それで、でもその比率とかも私全然知らなかったんだけど、女性が普通のホルモンのバランスを整えたらのピルってあるじゃん。あれを飲んで血栓が起こる可能性よりも全然低いんだって。そのアストロゼネカを受けて、その血栓っていうのは、私は日本語が本当になってるかどうかわかんないから英語も言っとくけど、ブロッククロットをね、起こす比率っていうのが。そうで、それだ知らなくって、で、本当は私はね、このワクチンのね、このアストロゼネカっていうのをね、2、3週間前に打てるチャンスがあったのっていうのが、薬局に行って、ね、そのワクチンやってるっていうか、情報を教えてくださいとかって言ったら、今打てるわよ、キャンセルが出たから今すぐ打ってあげられるよとか言われて。だけど、あまりにも情報を知らなかったからそこでお断りしたんだけれども。そうだけど、なんか、お友達とかの話を聞くと、ね、病院、お医者さんとかも受けてるし、ね、そんで、実際にそのコロナにかかって、そういう状況が出て、で、病院がパンパンになっちゃって、治療を受けられないっていう可能性に比べたら、ね、打って、そのワクチンを打ってね、ワクチンを打って大変なことになる可能性の方が少ないと。そう、だから、それはだからどっちを取るかっていうね。で、私もさっきは言ったけど、もともとそのワクチンを受けたくなかった人なんだよね。だけどまあ、なんていうの、今ブラジルのやつとかさ、新しいやつがどんどん増えてきてるでしょ。そういうのを考えると、もう、なんて言うんだろう、たくさんの人も打ってきてるし、打っちゃってもいいかなっていう。そんで、ジョーンも、私の主人ね、ジョーンもね、もうすでに昨日打ってきて、で、実際に彼はもう打つべきだっていう人だったから、で、受けて、何も症状もなく。だけど、私のお友達で今年の頭に打った人たちは、やっぱ高熱出して、咳が出て、咳が止まらなかったとかっていう良くないこともやっぱ経験してるんだよね。そういうのを考えると、ねーってあったけど、でもね、今日受けてくるわ。そう。んで、カナダはこういう感じなんだよね。国がアレンジしてるワクチンは、今は40代の人間がターゲットです。はい、これで私の年齢分かりましたね。そうなんです。24歳です。はい。で、そんでで、その人たちが今。で、もともとは7月頃に40代の人は受けるだろうっていうしたのが早まって5月になったと。で、私はもともと4月11日の時点にそのワクチンのお申し込みをして、そんで、2日前かなの夜に、実際にそのワクチンの予約が取れますよっていうメールが来て、んで、ちゃちゃってメール、っていうかそのメールでちょっとパパってこう、受け取ったやつのリンクからこう、ちゃちゃってやって、パパって時間決まったみたいな。そういうプロセスだったんだよね。それすごく早くって。んで、今日受けに行ってくる。うん。
そうなの。で、とりあえずね、T シャツ着てこいって。服脱げないから。T シャツ着て、半袖で打って、その後15分間、なんて言うんだっけ、私よくわかんないの、難しい日本語。アレルギー反応を起こして大変なことになったら困るからっていうことで、まずそこで打った後に15分間絶対いなきゃいけないのね。で、そんで何もないってことが分かってからお家に帰れるっていう感じのステップになるらしい。だから、ちょっと行ってくるわ。ウィッシュミーラックって感じかな。だけど、私は他の人たちよりもあまり情報とかを知らないから、なんていうのあまり情報を知っちゃうとさ、なんで知らなくていい時ってないだから知っちゃってるからなおさらすごく怖いとか。例えば、生徒さんとお話ししたんだけど、そのワクチンのテストっていうのは基本的に90キロ台の人、男性はね、平均90キロ台の人。で、女性の平均は70キロってなるから、やっぱそれよりも軽かったりとかすると大丈夫なのかなとかって心配になっちゃうっていう。それもわかるよ。だからね、こういう時にね、知らないのもね、いいことよっていうのでね、そのフレーズ言っとくわ。Ignorance is bliss.Ignorance is bliss. 知らなければ心配することがないっていうね。そう、だからまあそんな感じ。私もそのタイプなの、どちらかというとね。好んでそうしてます。なんてか言ったら、今さ、いろんなニュース聞いても悲しいことばっかだから。そう、だからとりあえず、行ってくるわ。そんで、行ってきてから続けるわ。今さ、撮ってから気づいたんだけど、よく考えたらさ、失礼だったね。私サングラスつけたまま動画撮ってたよね。でもなんか中で撮るよりいいかなと思って外で撮ったんだけど、でも中の方が良かった。やっぱり三脚使ってないんだけどね、こもってやってるからちょっと家の中で失礼。そう、そんでね、一個忘れたことがあったから付け足しとこうかと思って、アポロジーとね、そう、サングラスについての、カナダのその薬局でもね、受けれるの、ワクチンってこっち。だから国がやってるやつを待ってられませんとかっていう人はもうじゃあ個人的に、その指定された薬局でできるとこがあるからそこで予約を取ってやってくださいって。そこではそのファイザーとモダーナってやつは打てなくって、アストラゼネカっていうのがメインで打たれてるっていう。そうそう、それも言うの忘れちゃったなと思って、だからそれ付け出しとこうかと思って。私はあとね、もう10分ぐらいしたらね、家を出なければいけないのです。だから行ってきますわね。はい、到着しました。まだ行ってません。そう、ちょっと早くね、来すぎちゃった。もしかして駐車場が見つかんなかったらどうしようとか思ってたら、見つかっちゃった。Yeah, I left my place a little too early, and then I'm like about 25 minutes early for my appointment, so I'm just trying to kill my time in the car. そう、ちょっと時間潰そうかと思って家じゃない、車の中でっていうのがね、いっぱいね、人が並んでるのがこっから見えるんだわ。そう、そんでね、そう、そんでさっきね、撮ったやつを見せたの。そしたらさ、何個かさ、言いたかったことがね、抜けてるのやっぱり私。だから足そうかと思って。そう。その体重の件をさっきお話ししたんだけれども、その体重の件もさ、なんていうの、その平均が90キロとか平均が70キロってもちろん心配になるのはわかるのだけど、私のお友達、私と同じ背丈で、私の半分ぐらいしかないの、もうとてもフェザーライトでね、すごく軽い人なの。それでも問題なかったし、ね。で、もちろん、昨日もね、知り合いの人とお話ししたんだけれども、彼女も、もうすでに、1回目と2回目両方とも打って、そうしたら彼女も何にも症状がなかったと。で、ご主人も何も症状がなかったと。んで、私アメリカに今日本語を教えている生徒さんがいるんだけれども、彼はちょっと両方とも1回目も2回目もちょっと症状が出たと。ですごく疲れ切っちゃったとかね。でも話を聞くとやっぱなんていうの、1日2日したら元に戻るって。だからなんていうの、これはみんなにだからやらなきゃいけないっていうのは、私は言うのは一切嫌いだから、みんなね、人それぞれ打ちたい人もいれば打ちたくない人もいるでしょ。だからそれは個人的な意見ということで。でもまあいわゆるなんていうの、私インフルエンザとかの全然注射受けないんだけど、私って健康じゃんとか思ったらそうじゃなくって、こういう時にね、ハードイミュニティっていうのがあるんだよね。何かって言ったら私日本語では分かんないんだけど、国の、だから市民とかの7割8割の人がこういうきちんとイミュニゼーションとかの予防接種を受けたら、やっぱその分広がらないから、受けなかった人も結局やんっていうの、そういうワクチンで守られてるっていうね。だから自分が健康とかじゃないからね。私は自分が強いから風邪ひかないのかと思ってふざけたことを考えてたら全く違ってたっていうね。そう。だからそんな感じかな。ごめんね、なんかこの辺汚ねえな。やだね、これトニのね、席なのよ。もうね、なんかね、フライドポテトの入れ物の中に、どんぐりじゃねえ、松ぼっくり入れてね、松ぼっくり育ててるっていうね。まあそんな感じ。では、なんか見られてる、前の前の人が車乗って今行くとこなんだけど、何撮ってんだよみたいな感じで見られちゃった。まあそんな感じで、そうで、また今度は次撮るときは、撮った後ね、注射をね、そう、そんな感じ。撮った後、打った後。はい、戻ってきました。白光っててごめんね。逆にするとね、真っ暗になっちゃって逆に入ってくるから何も見えないのよ。まあ、そんなことさておき。はい、帰ってきました。結局行って帰ってきてなんやかんやって約1時間ぐらいかな。
まず行って、まあ、公民館みたいなとこに行くんだけど、こっちでまあ、私たちの言うコンベンションセンターに行ってたんだけど、でそこにね、なんか10人ぐらいの一列が8つぐらいかな、8つ、9つが、プラスチックで分けられてる感じ。そんで、もうそこの席に連れて行かれて、そこに座って打って、そこから15分間とりあえずそのアレルギーリアクションが出るか出ないかチェックしなきゃいけないから、で、そこにいて、で、もし出たらもうそこでそのアレルギーを抑えてくれる、ステップがもう、アレンジされてるっていう感じだったから安心した。でもね、私はね、もう知ってる人もいるかもしんない、知らない人もいるかもしんないんだけど、パニック症候群持ってたのよ。ね。でも今全然出てないんだけど、でも私の中で一個あるのが、もうパニック症候群を経験した人、特に私5年ぐらいなってたんだけど、一回経験しちゃうとね、自分でそういう症状を起こせてしまうことを知ってるから、考えて心配して出ちゃうっていうのを知ってるから、出ちゃうんじゃないかなっていう方が私はちょっと怖かったかもしんないの、どちらかというと。で、そんでだけど、たまたま良かったのが同じ日にね、受ける人がいる友達で、ちょうどさ、私が終わる頃に、何打ったのどれ打つのこれからうんぬんとかいろいろテキストしてきてくれて。で、ジョーンもさ、大丈夫だよ、平気だよ、って送ってきてくれてたから、それでちょっとは落ち着いた感じで、それで、打った後も、その友達が、あなたもう終わったのどこにいるのみたいなことをちょっとポコポコ連絡してくれたから気が紛れたかな。そう、だから、副作用に関しては、ね、打ってから15分以内に出る。もしアレルギーある人はね。だけど、それに対応できるのは整ってる。で、それ以降は、先生に言われたんだけど、風邪っぽいのが出ると、もちろん長引く人もいれば短い人もいる。だいたい、その日かその次の日に出て、1日、ちょっと風邪ひいたなんか気分が悪い感じになって、で、そんで終わりって感じ。だけど、2発目は、その症状、この1回目よりひどくなることが多いよって言われたから、2回目のが心配かもしれない。あ、こうやってやったら平気なのか。やった、今気がついた。そう、そんな感じ。で、見てもわかるように私、今日外出してたんですよ。トゥルテンのすっぴんです。そう、だから、私はいつでもすっぴんなので、ごめんなさいね。他の YouTuber の方たちみたいに、綺麗にとかっていうのは私はあんまりしませんが、そういう人そのままなので、その辺はご理解していただけると嬉しいでございます。But anyways。そう、そんな感じかな。だからとりあえず1個終わった。だからもしも、心配な人がいたら、私はこういう感じだったよ。でもちろんね、その心配はね、やっぱ自分が打ってみないとわかんないし、人から言われて、ね、もうそれじゃやっぱ怖いのは変わらないから、いっぱい知識をね、入れることで理解するっていうのもいいし、逆に私みたいに何も知らない状態で行っちゃって、逆に何も知らないから何もなかったっていう方もいいのかもしれないが、それは個人によるかな。私がどこどこ言えるものではないけれども、だけど、なんていうのさっきも話したけど、知ってたら、もっと早くワクチン受けてたかもって、打てれてたかもっていうのもある。でも別にね、焦らなくてもいいことだしさ。だから、そんな感じかな。他になんか言うことあるかな。私いつも言ったと忘れちゃうから、私全然さ、私スクリプトとか何も書かないから。そう、そんな感じかな。そう、だからもしなんか変なことがあったり、変なこととか変な、なんていうの、そのサイドエフェクトが出てきたらまた皆様にリポートしたいと思います。でもとりあえず今日、私は、はい、first immunization shot done。1回目の予防接種が終わりました。でも2週間、きちんとこの、これ、イミュニゼーションの打った瞬間に私はもう無敵じゃないから、こっから約2週間ぐらい、ちょっと体がこうアジャストしてからなるようだから、まだ私は無敵ではありません。でも2週間後には、第1発目の無敵になれそうです。ということでした。では、ちょっとでも、レナ打ってたから大丈夫かもとかも心配してるのが少しでも晴れてくれたらなと思います。もちろんね、なんか、思うことがあって吐き出す場が欲しいと思う人がいたらもう全然コメントに書いてってください。私はコメントをきちんと読んでできる限りお返事しています。では本当今日は見てくれてありがとうねってことでレイナでした。また次回の時にお会いしましょう。See you later. Talk to you soon. Bye. Stay safe. はい、皆様こんにちは。はい、2日目。昨日打ちまして、2日目じゃない、1日目か。何の症状が出てるかというと、筋肉注射なのでちょっと腕が痛いです。実はね、私ね、いつも、注射右って決めてるんだけど、ジョーンに、右利きなんだからやめときなって言われて、やめたらよかったかもしれない。だけど、私寝るとき左向いて寝るのね。こう、寝返るしために、ってなってたから、それぐらいです。今んとこ順調ね、トニーね、マミー、グーね。Anyway、そんな感じです。では。